はい、皆さんこんにちは。今回はですね、以前からコメント欄やライブ配信の時もね、グラフィック設定知りたいですっていう声もね、いくつかありましたので、今回グラフィック設定の方とGeForce Experienceですね、こちらのゲームフィルターの方も、また紹介していきたいと思います。結構前にはなるんですが、この GeForce Experience のゲームフィルターの方も、紹介している動画がこちらにありますので、よかったら見てみてください。これからフライトシミュレーターを始めるという方もねいると思いますし、最近始めたという方もいると思うのでね、ぜひ参考になればと思います。それでは早速グラフィック設定ゲームフィルターの方も見ていきたいと思います。まず設定画面の方ですね。こちらの方オプションズ、ジェネラルオプションズのグラフィックのところですね。こちらを今日はメインに見ていきたいと思います。はい、そしたらね、まず上からちょっと見ていきましょう。ディスプレイモードの方はですね、常にフルスクリーンでやってます。解像度の方ですね、こちらの方は 1920×1080、これが一般的かなと思います。はい、次ですね、レンダースケーリングというんですけど、これ描画のスケーリングですね。だいたい僕の方は120ぐらいにしてるんですが、左の方に100未満ぐらいにして少なくしていくと負担は減るんですが、実質解像度がね少し減少してしまうので粗い描画になるという形になってます。なのでだいたい推奨は100ぐらいがいいのかなと思います。はい、続いてこの下ですね、 VSync と書いてあるんですが、これ日本語で言うと垂直同期ですね。ディスプレイのテアリングっていうのがどうしても起こってしまう時があるんで、テアリングっていうのは少し線が入るようなね感じで、画面を動かすと、マウスで動かしたり、ゲームパッドでドローンカメラを動かしてると分かるんですけど、テアリングといってね、画像の方がちょっとちらついたり、そういうのがあるんで、それを抑えるかどうかですね。でテアリングが気になる場合はオンにしておくと、テアリング防止になるので、そういったちらつきであったりね、起こりにくくなります。ちなみにですね、これ垂直同期なんですが、別画面でモニターを使ってる方ですね。僕の方で前 iPad の方動画紹介したんですが、別に iPad であったりモニターを使っていると、この垂直同期をですねオフにすることによって動作が少し軽くなります。 iPad などの端末使っている場合ですと、VSync の方をオンにしておくと少しね重くなるんですね。なので、iPad もし別の端末でモニター少し使ってますよっていう方がいれば、こちらの方は、オフの方が少し軽減されます。なので僕の方もiPad でケーキを、ポップアップして表示させてるんですが、その場合はですね、この VSync の方はオフに設定してます。はい、で次ですね、フレームレートリミットっていうのがあるんで、これはですね VSync をオンにしてる時にのみ有効になります。で 60fps、30fps、20fps と、それぞれね、調整できます。普通のディスプレイの場合は 60fps で問題ないと思います。はい、続いてディレクト10バージョンですね。で僕の方もですね、この DX11 から一応12の方ベータ版なんですけど、試したところそんなに違いがよくわからなかったので、今はですねこの DX11 の方で戻してます。はい、そしたらですね、もうちょっと下の方に行っていただいて、アドバンスドセッティングですね、こちらの方を見ていきたいと思います。はい、でこちらのセッティングの方はですね、ローからウルトラまでセッティングができるようになってまして、全てウルトラにするとなるとかなりパソコン側の負担も大きくなりますので、僕の方もハイからミディアム少し交えながらウルトラセッティングも、ところどころ変更してます。ではちょっと見ていきましょう。はい、でまずですね、アンチエイリアシングですね。簡単に言うとですね、これはオブジェクトの輪郭のギザギザなどをですね滑らかにする、綺麗に見せるという形のセッティングになってまして、僕の方は TAA で、セッティングしてます。はい、続いてその下いきます。はい、でこれテレインレベルオブディテールと言いまして、
上げることによって地形がですね遠くの方まで描画されるっていうものになってます。で今130に僕は設定してまして、でこれ上げすぎるとですね、負担は結構大きくなりますので、上げすぎは少し要注意かなっていうところで、僕の方は130ぐらいにセッティングしてます。推奨ではね100ぐらいと言われてますね。次がですねこのオフスクリーンテレインプレキャッシング、こちらの方はですね、画面外の地形のキャッシングですね。なので今カメラが、ドローンカメラとか、コックピットもそうなんですが、カメラで見えてない方の地形のキャッシングのセッティングですね。カメラの振り向き時の FPS が上がると言われてますね。この辺はそこまでウルトラまでいかなくてもいいのかなと思ったので、僕の方ミディアム設定にしてます。はい、で次がですねテレインベクターデータですね。でこのベクターデータというのはですね、沿岸、湖、川、道路などの、それぞれの品質ですね。僕の方はですねこちらの設定はウルトラにしてます。でこの下がですね次ビルディングス、これはですねまた、地上の家、ビルですね、建物の表示ですね。はい、でこの辺になるとですねフレームレートに上げすぎるとですね影響してくるので、ちょっと要注意なところですね。はい、でこの下は木のセッティングですね。木の密度の表示きれいにしたければですねこの辺ウルトラでもいいのかなとも僕も思ったんですが、木結構たくさんあるんでね、ハイぐらいで少し落としてます。はい、続いて木の下ですね。これはですね草と茂みの密度ですね。僕の方はウルトラに設定してます。はい、続いてオブジェクトレベルオブディテールですね。はい、でこのセッティングを上げることによって、建物であったり機体ですね、AI 機とかね止まってると思うんですけど、その辺のテクスチャーが遠くまで綺麗にね描画されるかっていうセッティングになってます。でこれもですねやっぱりフレームレート非常に影響するので、上げすぎると重くなったりもしますので、上げすぎ注意かなということで僕の方は110にセットしてます。はい、この下ですねボリューメトリッククラウド、設定を上げることによって、雲は非常に描画すごい綺麗にはなりますけどね、この辺もパソコンとちょっとね相談は必要かなっていうのはあると思います。はい、で次ウォーターウェーブスですね。これはですね水の波の表現ですね。僕の方はミディアムにしてます。海もねやっぱり範囲が広いんでね、そんなに上げなくてもいいかなと。ミディアムでも全然綺麗に映ってますね。はい、で次シャドウマップスですね。これは影の解像度ですね。1536に僕の方は設定してます。で次がテレインシャドウですね。地形の影になります。これもそんなには上げてないですね。はい、でこの辺の、シャドウ系に関してはそこまでそんなには上げてないですね。はい、で次がですねウィンドシールドエフェクト。こちらはコックピットにいる時にコックピット内の景気が、ガラスなどに反射するエフェクトですね。僕の方はこれはウルトラにしてます。この辺からはですねそこまで重要視してないんで、ハイぐらい、あとはローも入ってきますね。はい、ざっとこんな感じでね説明ちょっとしてきたんですが、フライトシミュレーター内のセッティングではこんな感じで今やっております。はい、そしたら次はですね、GeForce Experience の方のゲームフィルターのセッティングですね。こちらの方も紹介していきたいと思います。はい、でこちらの方をインストールするとですね、ゲームフィルター以外にも、録画のシャドウプレイですね、その辺も使えまして、僕もこのシャドウプレイ使いながら、動画撮ったりもしてます。なのでいろんな機能がついてるんでね、ぜひいろいろ見てみてください。システム要件というのがホームページに記載されていますので、ご自分の、環境が使えるかどうかね、一度目を通していただければと思います。今見ていただいている画面はですね、こちらの方はゲームフィルター一切かけていない状態になっています。で早速ですね、ゲームフィルターの方ちょっと立ち上げていきたいと思います。Alt とですね F3 のキーを押していただくと、
このような画面が出てきます。ゲームフィルターですね。で、僕の方がですね、いつも動画ですね、動画で撮ったりライブ配信で流しているフィルターっていうのが今こちらですね。画面がちょっと変わったのがわかるでしょうか。この辺ね、機体の下の方を見ていただくと少しですね、色味がちょっと濃くなった感じがわかると思います。はい、で僕の方がですね設定しているフィルターというのは露出コントラストとカラーのこの2つだけでやってます。でこのゲームフィルターはですね少し加えるだけでもかなり変わりますので、僕の方は本当にもう自然になるぐらいに抑えてます。で露出のコントラスト、露出コントラストの方ですね、セッティングがこのような感じになってます。フライトシミュレーターで使うってなると、この露出コントラストカラーあたりが使えるんじゃないかなと思い、このね2つをいつも使ってます。でゲームフィルター自体はですね、3つほどですねスタイルといってね作れますので、このフィルターとあと残り2つですね、2、3にも別のフィルターを割り当てることもできます。でオフのボタンを押してもらうと、通常のフライトシミュレーターの画質に戻ります。非常に簡単に作れまして、自分好みの色合いですね、その辺も調整が可能なので、ぜひゲームフィルターの方ですね使ってみてはいかがでしょうか。最後にですね GeForce Experience のドライバーを更新すると、このゲームフィルターは最初からになってしまうんで、僕の方はいつもこのゲームレディドライバーですね、こちらの方を、更新する前にはですねゲームフィルターのこの画面ですね、スタイル1、2、3と、写真を撮って分かるようにしておきます。ドライバーの更新するときはですね少し要注意という形で分かるようにしておくといいかもしれません。はい、ということでですね、本日はフライトシミュレーターのグラフィック設定と GeForce Experience のご紹介という形でお伝えしてきました。本日はこんな感じでね終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどもお待ちしております。それではまた次の配信動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。